はいどうも、フランスガイド中村です。今私の後ろに見えているのはモンスリー公園でございます。そう、今ね、私たちがいるのはパリの14区、パリのちょうど南の外れといったところでしょうか。今回はね、引き続きこのパリ14区の魅力を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということでね、今私たちの目の前に見えているのがパリ14区にあるモンスリー公園でございます。本当にね、この辺に住んでいる人たちの憩いの場という感じでね、これから見えてくるその芝生の向こう側では子どもたちがね、ちょうどね今学校が終わったぐらいの時間なんですよ。撮影してるのは1月の20日水曜日の4時前って感じですね。夕方です。子供もなんか走ってるね、犬散歩してたりね。まあ天気も悪くないし、気温はね13度ぐらいで、冬にしては結構暖かいんですよ。そんな感じでね、この昼下がりの散歩をこんなところで楽しんでいる人っていうのが結構いるっていう感じです。そしてこのね、私の今見ていただいている動画のすぐ前ではね、このモンスリー公園をメインに動画を作っておりますので、そんなところをね見てから今見ているこの動画に戻っていただいてもいいかなと思ってますよ。でさらにね、その動画のさらに前にね、国際大学都市というこの今ね私たちの見えている方向にずっと行くと、そういう大学都市があるんですよね。そこもまたね動画にしておりますから、そこからまずを見て、そしてモンスリー公園見て、そしてさらにこの動画と見ていただくと、3部構成になっていて、パリの14区を楽しめるようにもなっています。はい、ということでね、このモンスリー公園を出ていきましょう。このモンスリー公園がある場所というのはですね、プチモンフージュっていう界隈になりまして、パリのね南の外れにあるんだけども、ここねものすごく魅力にあふれている場所でもあるんですよ。今ねこの目の前に見えているこの道、素晴らしい道なので紹介しましょう。はい、これちょっと渡ろうか。このね目の前にある道はフ・ナンスティという道でございますが、この道をね直行している道がこの道で、これずっとまっすぐ行くと国際大学都市に行って、トラムとかがね、流れている、走っているわけですよ。そして今ね私たちが紹介するのがこの道でございます。はい、スクエアモンスリって書いてあるでしょ。ここがね素晴らしい道になっているんですよ。ですからね、私たちの今回のパリ14区の散歩はね、こんなところからスタートしていくことにいたしましょう。この辺はねモンスリー公園があったり国際大学都市があるんだけども、プチモンフージュって言われるような界隈なのでね、こんなところの魅力を今回はたっぷりと皆さんと一緒に見ていくことにしますよ。はい、いきなりかっこいい家が出てきたでしょ。こんなね家がねこの辺はずらっと並んでいるような魅力的な道でございます。ということで行きましょう。パリ14区プチモンフージュ界隈の裏道散歩のスタートです。決まりましたねちょっとね実はさっきも同じように撮っていて、このねタイトルコール忘れちゃったんですよね。よく忘れちゃうんですけどね、もう自分もこのタイトルコール言うのが大好きでね、もうちょっともう一回撮り直しておりますはい、これね今建物見えてるけどかっこいい建物でしょう。今ね冬なのでちょっとね茶色いツタが舞っておりますが、これねなんていうの、春とか夏になるとこのツタに青々と茂りますので、すごいさらにかっこよくなるんですよね。この辺はね一体なんでこんなにかっこいい家が並んでいるかと申しますと、関税のね、お金を取っていた人たち、関税吏なんて言ったりしますけども、フランス語で言うとドゥアニエって言ったりするんだけども、その人たちが住んでいた界隈じゃないかっていうふうに言われているんですね。どういうことかっていうと、今ねこの道に入る手前に大きな道があったじゃない。あそこにね、この近くにパリのね城壁があったんです。その城壁の中に入るとパリ市、そしてその城壁の外に出るとパリの郊外っていうことになっていたんですよね。そしてそのねパリに入るときに
例えば食料とかお酒とかそういうものを持っていたら、そういうねものに全部お金がかかっていたわけ、税金がねかかっていたわけなんだけども、そういう税金の取り立てをしていた人たちを関税吏って言ったりするんです。はい、でそういう人たちが住んでいた、界隈なんですよ。ですからほら、お金持ちなわけね、ですからさ、これパリの14区うずらが丘見ていただいた方にもちょっとね、分かると思うんだけど、もしねまだご覧になっていない方はぜひねご覧いただきたいんだけども、あそこのビデオに出てきた家々確かにかっこよかったりするんだけども、一個一個が同じような形している場合が多いんですよね。けどね、ここは本当に一個一個全部違う、レンガ造りだったりすごいねモダンな形をしていたり、全部ね一個ずつ違うんですよ。だからそういうところもね、ちょっと一個一個の建物がお金かかってるなって、感じしますよね。例えばほら、これ目の前にあるこれもほらツタが張ってるでしょ。これね、私夏とかね春とかにも来ていますけども、すごいかっこいいですよ。そしてね、紹介したいのはここなんですけども、これねかっこいい家なんですよ。ほら、木組みの家になってるんだよね。そしてここのね階段の部分よく見ると、これ鳥かごだよね。鳥かごがこういうところにあって、そしてその上にはこのレンガでねアーチを作った2つの窓があって、でこの左はボーウィンドウになっていて、非常にね明かりを取り込めるようになっている。そしてその上が木組みでしょ。ですからいろんな時代のいろんな様式を、一つにね家に取り込んだっていう、そういう感じの家ではあるんだけども、可愛くてなんかそのおしゃれですよね。はい、で近代的にもあるって感じですよ。そして近代的な建物といえばね、今目の前に見えてきた白いこの建物、すごい近代的な建物だと思いませんか。まず1階部分がこういう風になっていて、でその日本でいう2階部分、こんなね窓が水平にずらーっと並んでいるような建物になっているんです。水平連続窓ですよこれ。そして上に行くとまたものすごい高い天井でね、そしてさらに屋根がないんだよ。屋根はとんがってる屋根がついてるわけじゃなくて、ここテラスになっている。なんか聞いたことないですか？私の国際大学都市でね、ル・コルビュジエっていう人の建物を紹介したんだけども、そこで彼が提唱した近代建築の5つのポイントというものがありましたが、まさにそのいくつかのポイントバッチリとこの建物を満たしていると思いませんか？ほら、この辺とかすごいコルビュジエっぽいでしょう。水平連続窓ね、サボアテっていうのがパリの郊外っていうかね、そうか、パリからね離れたポアシーってところにありますけど、そんな窓を思わせるような建築です。そう、これをね建築したのはル・コルビュジエなんですよ。はい、ということでこのアベニュ・ルイっていうところに入ってきました。ここの道を進んでいきます。そうするとね、この目の前にまたね面白いものがこうやって出てきましたよ。なんかあそこに2つのちっちゃなパビオンみたいなのがあるでしょ。さあこれね、皆さん何だと思いますか？これね向こうの方にずっとこうやって続いてるんだわ。ちょっとね全体像見えるように、ほら向こうからこうやって続いていて、周りにはなんか見張りの塔みたいなパビオンがあって、土手みたいになってるよね。これがずっと向こう側に続いていて、そしてあそこまであるんです。さあちょっとねこれ進みながら、皆さんこの建物一体何だと思いますか？ちょっとね皆さん考えてみてください。私は進んでいきます。わかります？この土手には芝生がこうやってなんか作られていますよ。そしてその手前には結構高いね塀がこうやって敷地内に入れないように厳重に守っているって感じ。どうだろう、想像つきます？ちょっと進んでいくよ。よいしょ。どうだろう、これね生中継じゃないから皆様の
なんていうの、その反応、リアルでね聞くことができないんだけども、どう皆さん考えた？何だと思います？おそらくねこう言ってる人いらっしゃるんじゃないかなと思うんだけども、ここ刑務所だと思ったんじゃないですか？どうです？そういうふうに思った人いないかな？渡りますよ。まあね、私もね実は初め刑務所だと思ったんですよ。けど実はここは刑務所ではありません。これね今目の前に見えてきた、これワラスの噴水といって、パリの人々が水を飲めるようにねこういうふうに設置されているものです。ここから水が垂れてるの分かります？ここちょっと触ってみようか。これね水垂れてるでしょ。このね水飲むことできますよ。パリの至る所にある水です。飲み水をねまだ買わなきゃいけないとかそういう時代の時に作られて、水がね結構高くてお酒を買った方が安いなんていうね時代もあったみたいなんですよ。でそういった時にお酒ばっかり飲んでるとアルコール中毒になってしまうわけでしょ。ですからそういうね、人たちにも無料で飲み水が提供できるようにっていうことでワラスっていう人が作った噴水です。パリの至る所にあります。今でもそういうふうに残っているんですね。さあこれ正面見えてきたよ。どうだろう。ここもね渡りますので、皆さんにこれから正面を見ていただきますね。はい、今この門のところにいた門もね厳重にこういうふうにして、守られているんだけども、建物ですビデオでこうやって監視してますよなんていうふうに書いてある。さあちょっとねここまでもったいぶってもしょうがないから、一体この建物何かっていうと、これはパリの中でも最も大きな一つである貯水槽でございました。そう、この中にはね飲み物がたくさん、飲み水水ですね、飲むための水、それがねたくさんあそこに蓄えられています。大きな土手になっていたでしょ。土手の下には実は大きな、水槽っていうか貯水槽が地下にね埋められていて、で地下3メーターとか5メーターの高さになっていてね、そこで非常に良質な水が溜めてあるんですね。私ね入ったことないんですよ。厳重にね管理されていて、中はね見学とかもできないようになっているんですが、そのね水、皆さんどこから来てると思います？結構セーヌ川から来てんじゃないかなって思っちゃうかもしれないけども、実はねセーヌ川から来てるんではないんですよ。どこから来てるかっていうと、もっとね良質な水のところからあそこまで実はね引っ張ってきているんですよ。ここからねパリからだいたい200キロぐらいかな、180キロぐらい離れたところにトロワっていうところがあって、そのねトロワっていうところに流れているバンブっていう川から引いてきてるんですね。でそのバンブの川からじゃないや、バンブの源泉からちゃんと引いてきてるんです。水はね、時速 2.5 キロメーター、それぐらいゆっくりと水道橋を通りながらパリまでやってくるってことなんですね。そのね源泉から引いているのでパリの水非常に美味しいということなんです。さあこんなね建物が見えてきましたよ。結構ね、おしゃれな建物っていうか、こんな感じのところなんだけども、ここにパネルがありますよ。ちょっとパネル読んでみようか。そうすると分かります？レーニンって書いてある1870年の4月の22日から1924年、これは違った、彼のあれだ、生きていた時だ。レーニンが1908年から1909年までこの建物に住みましたと書いてありますね。共産主義のね基礎を作ったレーニン、実はパリにいた時もあって、で、ここに住んでいたんですよね。はい、ということでね、この道をずっとそのまま行きましょう。結構ねこの辺もねホテルとかあるんですよね。この辺のホテルもさ、結構パリの真ん中ってわけじゃないんだけども、パリのねなんていうか住むようにして、滞在するなんていった時には、いいかもしれないですよね。ここにもホテルがあった。スポーツホテルってなんでこんな名前つけてしまったんだろうって感じもするんですが、
はい、そうするとね、目の前に大きな道が出てきましたよ。はい、このね道を私たちは渡っていくことにしましょう。大きな道が見えてきたと同時に、なんか面白い建物も見えてきましたね。わかります？レンガ造りの、建物、あそこ面白いから、後であそこのね近くに行ってみましょう。はい、ということで大きな通りに来ました。そうするとね、ここには本当に何車線も走っていて、向こうの方何かガチャガチャってしているんだけども、ちょっとねズームしてみようか。はい、こんな感じで M っていうマーク見えますかね。これねメトロでございます。ポット・ドルレアンというところ、オルレアン門という、地下鉄のね駅が向こうにあって、あそこはまたトラムなんかも走っているような場所になっていますよ。で、大きな、通りがねこういう風にありまして、これがずっと向こうに続いているわけだ。これはアベニュー・デ・ジェネラル・ルクレールっていう通りですね。そしてね、私たちが行こうと思ってるのは、はい、この正面の建物です。もちろんね、今コロナで閉まってはいるんですが、皆さんこの建物何だと思います？よし、渡っていこう。面白い建物でしょ。今この建物はレストランになっています。レストランになりつつ、なんかその文化的なねコンサートとかそういうのもやってるようなものになっているんですね。はい、ポワンソンって書いてある。その上には時計がありますよね。こんな感じでね、プログラムキュルチュエルソシアル、文化的な催し事のプログラムみたいな、ジャズブランチとかやってんだ。だからなんか日曜日の朝食と昼食の中間くらいのブランチ、そこでジャズのコンサートもやるからぜひ食べに来てねみたいな感じ、そして普段はねこんな、素朴な料理って感じかもしれないけども、ここになんかあるね。オントレが、7ユーロから6ユーロ、卵とかサラダとか、あとはその日のオントレで、メインが肉系、それで魚系ですね。2番目が魚、それも15ユーロぐらいだ。その時に、シェフが選んだ材料で作りますって感じで、デザートがついて 6.5 とかって感じだな。スツルーデルとかオントレ、チョコレート系のね、ものとかが、やっているって感じですね。普段だったらこんな感じ、レストランっぽいでしょ。そしてこのね写真の左、大きな窓が開いてるじゃない。はい、これがねもともとここは何だったかっていうヒントになってますよ。さあどう、皆さん分かった？ここは今はレストランになっているんだけども、かつてはレストランではなかったんですね。さあこんなところどうでしょうか。分かります？じゃあ答えね。今はこうでしょ。2019年ポワンソンって書いてあるでしょ。はい、かつてはこれです。1867年ギャードモンフージュって書いてあります。そう、ここはねもともと駅舎だったんですよ。そしてなんでこの駅舎が廃駅になったかっていうと、私のねこのちょっと前の動画を見た方、モンスリー公園で廃線を見たでしょ。その廃線、プチッサンチュールっていう廃線だったんですが、そのプチッサンチュールを走っていた列車のね駅だったんですよ。ということでここ、ね、プチサンチュールって書いてあるけど、14区のプチサンチュールというところ、これをね皆さんに紹介していきましょう。まさにねここ廃線になっているんですよ。こんな感じ、ほら面白いでしょう。実はここ今では遊歩道というか、公園のようにねなっていて、歩くことができるんです。ちょっと怖い感じでしょうけどね素晴らしいところなんで、ちょっとねこれ皆さんにここをね紹介したいと思って、実はずっと国際大学都市からモンスリー公園を経てここまで皆さんに来ていただいているって感じなんです。さあ未知のパリに入っていきますよ。こんな感じ。
だからこっちをずっと行くとトンネルになっているんだけども、本当はね立ち入り禁止です。なんか人歩いてるけど奥の方に、でこれずっとまっすぐ行くとモンスリー公園の、動画の中で見ていただいた方はあそこにね通るということになるんですね。結構ほら人歩いてるでしょ。こんな感じの、ね、ところでこの線路の上を歩くことができるんですよ。面白いでしょ、ストリートアートこんな感じでねたくさん書いてありますよ。ここね、僕が来るとき誰一人として歩いてないんだけど、今日はすげえ人いるなこんな感じの人の量ですげえ人がいるって感じなんだけど、面白いところでしょ。まさにこれパリのスタンドバイミーですよ。だからここホームとかになってるから、だからここがさっきのね駅になっていたところだろうね、ホームになっていたところですよ。そしてこの下には今では歩きやすいようになんていうのこれ木材チップっていうのかな、これがこういうふうに巻いてあるんですが、こうやってね線路はこのようにちゃんと残っているんですよ。そしてこれがずっとこうやって続いているわけだ。面白いね。こんな感じ。犬の散歩をねしている人とか前にいたり、写真を撮っている人とかも結構ねいたりするんですよ。でこういうねトンネルにはこういうストリートアートがね大きくこういうふうに書かれているという感じですね。いやー本当にね、私ここ、初めて来た時感動しました本当に感動ですよ。こんなところがパリの中にあるのって感じじゃないですか。でほらこれ上見るといつも通りのパリでしょ。けどもちょっとだけこれを下に向けてみると、ほらこれ見たことないパリだよ。これをさ写真撮って、私実は今回の休みここ行ってきたんだって言った時に、どこ行ってきたのって話にこれなりますよね。それぐらいね面白いところだと思いますね、ここは。でね、これプティッツ・サンジュールって一体何かっていうと、ここはですねもともと19世紀の半ばかな、パリが大改造計画っていうのをどんどん進めていったまさに時代ですよね。オスマン男爵がパリを改造していた計画です。その時に、パリっていうのは産業革命を経てですね大きく近代的な都市になろうとしていました。その時に物流、そういうものをもっと潤滑にパリの中で動かすために、当時のパリのね外周をぐるっと囲んだ環状線、環状鉄道を作ったんです。それが今私たちの目の前にずっと伸びているプティッツ・サンチュールというものなんですね。ですからね、もともとはここは荷物だから、その食料だとか材料だとかそういうものをね、パリの街中に移動させるためのものでした。今ね1本しかこれ線路見えていないんだけども、もともとはこれ2両っていうかその2本2本っていうのは分かんないけど2車線っていうのかなありました。そして、そのね荷物を運ぶために作られたこの線路なんですけども、そのうちね、人もね運ぶようになって運送手段としても使われていくことになります。20世紀初めになると、まさにね1900年にパリの地下鉄というのが開通することになります。ちょうどねその時万博があったんだけども、その前までは、このねプチサンチュールと今ね目の前で歩いているプチサンチュールと、あとはパリの地下鉄作ったらそれをつなげてね一緒にコンビネーションさせながら広げていこう、ネットワーク作っていこうなんていう話もあったそうなんですけども、結局ね、その案は潰れてしまったっていうことなんですね。ここはね今入ることできないんだけども、こういう階段からね上の方まで行くことができますよでこのままねまっすぐ行きますけども、
結構自転車とかもね持ちながら来てる人もいるな。でね、ここのプチサンチュールっていうところは、地下鉄がね、初め地下鉄と合体させながらどんどんネットワーク作っていこうっていう話だったんだけども、その話っていつの間にかなくなってしまって、最終的にね地下鉄の方がどんどん発達していって、地下鉄メトロって言いますけども、そのメトロに乗客を取られてしまった形になりまして、もうね、人を乗せないっていう感じになってしまったんですね。それが、20世紀半ばぐらいかな。そしてその後も荷物だけはね、こういう環状線使いながら運んでいたんですけども、その荷物もね、運搬っていうのも最終的に1993年かな、20世紀終わりに運行も停止してしまって、その後ずっとここは廃線になったままでね、パリの中にとどまっていたんです。だいたい20キロメートルから30キロメートルぐらい、このねパリの廃線っていうのが今でもパリのね街中の至る所に残っているんですよ。もちろんね環状線だからパリの都市のど真ん中に残っているわけじゃなくて、パリのね周りをぐるっと囲むように残っているんですね。でそれをね、パリ市はどうしようかっていうのをずっと考えているんです。実はこのね、線路を管理しているのはパリ市ではなくて、パリのね路線管理、管理局みたいな、公的な施設がこういう路線とかを管理しているんですよね。そしてパリ市が、そういう人たちと話しながらね、こんな計画をしたらどうだとか、いろんな話をしながら、こういうプチッツサンチュールの廃線、そういうものを、整備しているっていう感じなんですけども、でね、今どういうふうにそういう整備が進んでいるかというとですね、全てではないんですが、その一部、今私が歩っているようにね、そういう一部が今では一般に開放されて、こういうふうな散歩道、遊歩道なんかになっています。本当にね、パリのねプチッツサンチュールっていうので検索とかいろいろ調べてみると、本当にねいろんな使われ方がしているっていうことに気づきますよ。こういうふうに今ね、僕ここ実はすごい14区のプチッツサンチュールすごい好きなんだけども、こういうふうに結構その廃線、そのまま廃線っていう感じでね、残っているところもあれば、もっとねベンチとかそういうものを作ってね、なんていうかな、もっと公園っぽく整備しているっていうところもあるし、もう本当にもうそのまま言われてみると、言われてみないと気づかないっていう感じのところもね結構あったりするんですよね。でそんなね感じでね、いろんなバリエーションがあるんだけども、こういうところをどういうふうに使っていこうかっていうのはやっぱりそのパリの区、そういうところと話し合いながらね決めているっていうことですよ。今14区だったら、例えばほら14のパリの区役所があるわけでしょ。そんな区役所で、住民たちと話してね、まずこういうプチッツサンチュールっていうものの存在してますかみたいなところから始まって、でどういうふうに私たちはこういうものを整備していきたいですかみたいな話をしていくわけなんだよね。そこでねいろんな考え方があって、いろんな整備のされ方がされているんだけども、ここの14区の特徴って一体何かっていうと、できるだけ人の手をつけないようにしようっていう、そういう考え方ですよね。すごいそれ私面白いと思います。だからここ入った時にね、なんだよここ全然整備されてないじゃん、怖いよ、もっとさ綺麗にすればいいのにと思う方ってね、僕はいると思うんだわ。こんなところにねこういうふうに書いてあるんだ。これブラッサンスって書いてあるけど、この先ずっと行くとブラッサンス公園っていうのがありますよ。で 13.5km っていうそういう地点が、そういうふうに書いてあるんだけども、でね、つまりここはね整備されてないんじゃなくて、こういう手つかずのままの自然をそのまま残そうっていう、そういうね理念のもとで管理されている場所なんですよ。だからここは
本当に空き地みたいな感じがするんだけども、実は空き地でも何でもなくて、まずはこういう線路っていうのはプチツサンチュールっていうかつてのねパリの産業革命のあった時代、そういう時代の痕跡をね色濃く残しているものだし、それに今度ここの自然っていうのはパリのね中にある本当にその手つかずの自然ですよね。そういうものって実はものすごく貴重なものだったりするわけです。例えばモンスリー公園って産業革命のあったまさに19世紀に作られた公園だけども、あの公園っていうのは人間が想像して理想的だと思ったものを支配する、人間がね自然を支配しながら、作っていった、言ってみれば偽物の自然なんだよね。人工の滝を作ったり人工の池を作ったりっていうような、まさにそういう時代だったんだよね、20世紀っていうのは。19世紀20世紀、で支配する人間の力を自然に投影して、そして人間の思うままに自然を操るっていうのが、19世紀20世紀の考え方だったよね。一方ここで試されているのはもうね自然の生えるまま自然の植物とかのもうそのままにしておく、ほったらかしにするっていうとちょっと言い方は悪いんだけども、本当にその自然がね、生えるままにしてどんな感じで自然っていうのが発達していくのか、そんなところをねこういうところで一種の実験の場としても、こういうふうにやっているわけなんですよね。でそうするとねパリの都市の中でそのまま放っておくとこういう植物がこういう感じで生えていくのかっていう、実験の場にもなっているし、これ植物だけじゃなくてね、例えば鳥だとか、あとはキツネとかね、ハリネズミなんかもここにね、生息しているみたいですよ。だからそんなね、小動物にも会えることができるっていうような、だから本当にこれ都市のすごい近くなんだけども、それと同時にすごい都市の遠い場所でもあるんですよね。今ねちょっといろいろと話しているうちにもうねこの散歩できる区間終わろうとしていて、もう目の前にねあんな感じで、階段が出てきたよね。あの階段を登ってね、そして左の方に行くと、地下鉄があって、そこからねまたトラムに乗って、行くことができるんだけども、こんなねパリの知られざるっていうかね、こんなところもあるんですよっていうことを紹介したくてね、パリ14区実はずっと動画作りたいなと思っていたんですよね。まさにねモンスリー公園みたいななんていうんだろうな、近代社会が、作り出した理想的な公園っていうものを散歩するのもすごい楽しいし、今ね私たちがここにいるこのプチッツサンチュールっていうところはまさに21世紀の考え方で整備されて、整備っていうかね、存在している一種の公園だと思いますよ私は。だから19世紀20世紀は支配する自然を支配する人間がテーマになっていたとしたら、ここはまさに自然と共存するっていうね、そういうところがテーマになっている一種の遊歩道になっているかな、そんな感じがする、このねプチサンチュールから、今回は皆さんとお別れすることにしましょう。ということでね、今回もご覧いただきありがとうございました。はい、ということで今回はこのパリの14区にある知られざる、散歩道というかねプチッツサンチュールの廃線をお届けいたしました。すごいと思わないこれね、パリのスタンドバイミーっていう感じのところですけども、こんな風にねパリまだまだ魅力的なところがたくさんございますので、今後もねこういったパリの魅力を皆さんにお伝えしていきたいと思っております。ということで今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、そしてチャンネル登録お願いいたします。皆様の感想をぜひコメントに書いてください。コメント楽しみにしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。